こんにちは。今回はフランス・プロバンス地方で過ごした年末年始 Vlog をお届けします。実はここは彼の第二の実家で、キキという猫を飼っています。うちで飼ってるキットキャットと毛並みが一緒で似てるんですが、顔が少し違います。まん丸お目目がキッキャットで、眠たそうな少し目つきの悪い方がキキです。これはパーティーの準備をしている様子です。フランスではこんな感じで小さなパンにフォアグラやスモークサーモンを乗せたものをよく食べるみたいで、このツリー型のものはシナモン味のスポンジケーキのようなもので、それにフォアグラを乗せてました。実は大晦日はお友達のお家へパーティーに行く予定だったんですけど、予定が変更していけませんでした。明けましておめでとうございます。ということで花火が打ち上がってるんですが、フランス人は個人でこの空に打ち上がる高さの花火を買っていろんなところであげるみたいです。ちなみに元旦は夜中でも何時まででも騒いでいそうです。日本だとクリスマスが終わったらすぐお正月の飾り付けに変わると思うんですけど、フランスは未だにこのようにクリスマス一色で、どの街に行ってもまだまだイルミネーションだらけです。いつ終わるのか逆に楽しみですね。これはフランスの伝統的なお菓子で、南フランスではガトー・デ・ロワっていうらしいんですが、地域によっていろいろ特徴があるみたいで、このプロバンス地方では王冠の形であることと、あとトッピングが砂糖につけたフルーツと砂糖っていうのが一般的らしいです。でこのケーキの中にフェーブという陶器の人形が隠されていて、自分のケーキにそれが入っていたらその人は王様または女王になって紙の王冠をかぶる。で次のケーキの支払いをするっていうところまでが一連の流れだそうです。なんと私が当たりでした。ありがとうございます。この私が女王でございます。じゃらん。 You need to clean. Et après, You eat. je le garde. Because food is very hard, huh? So you just clean with your tongue, your mouth. Infusion comme ça dans les peaux. そしてこの日は少しお出かけに行きました。南フランスはパリ周辺と違って天気のいい日がほとんどなので、外に出たくなります。私たちは今モン・バントゥと呼ばれる山に向かっています。別名プロバンスの巨人だそうです。この雪が積もってる山です。is the Fuji of Provence. なんとここで車のチェーンがついていないことが発覚し、プロバンス版夫人さんは断念となりました。さて彼が別の場所へ連れてきてくれました。ここはル・バルーという小さな村で、丘の上のバルー城がとても有名とのことです。バルー城は第二次世界大戦中にドイツ軍によって破壊を受けたそうなんですが、その後修復されて今の状態があるそうです。
城に到着しましたが、この日は中に入ることができませんでした。残念無念ですね。でもプロヴァンス地方にはこのように素敵な小さな町がたくさんあるので、フランスを訪れた際はぜひ行ってみてください。A real cat behind. Oh, really? Window. 見えますかね。猫の置物の間の窓からリアルの猫ちゃんが顔を出してて可愛すぎました。プロヴァンス地方の街は基本坂と階段のイメージです。敵から身を守るためだったり、そもそも地形の問題なんかが理由と言われてるみたいです。だから訪れる際は歩きやすい靴が必須です。自然を満喫したところで帰宅します。帰ってからはみんなでピザを食べました。そしてこの日1月3日に初勉強しました。この時彼のお友達が来ていたんですが、全部フランス語なのでいつも会話に入れなくて、でこっちに来て 1,2 ヶ月目の頃は全然話わからないけど笑顔作って聞いてますみたいなアピールをしてたんですね。で今こっちに来て4ヶ月目になるんですけど、もうそのいい子アピールみたいなのはやめて、自分の時間を有効活用しようと思ってこんな感じで勉強したり動画を見たりすることが増えました。後ろでかすかな話し声が聞こえるかなと思うんですけど、気にせずみたいな感じで。っていうのも日本だと来客来てるのに一人だけ違うことするっていう状況はあまり良しとされないと思うんですね。失礼にあたる行為になると思うんですけど、だけどフランス人ってまず来客自体がそんなに多いことじゃなくって、しょっちゅうみんなお茶だけ飲みに来たりおしゃべりしに来たり人ん家に行くっていうハードル自体が低いです。っていうのもあるし、一人だけ違うことしてたとしてもそれがその人みたいな考え方で、特に気にすることもなく、何してんのぐらいの温度感なんですよ。でフランス人ってほぼみんなおしゃべり大好きで、話し始めるとめちゃめちゃ長いんですよ、マジで。なんか道端でちょっと近所の人に会ったらそこから余裕で1時間過ぎちゃうみたいなことがしょっちゅうあって、そういうのもあってちょっと疲れちゃって、早く会話についていけるようにもっと勉強頑張らなとかって思うけど、そんな劇的なスピードで上達するわけもなく、私は全くのフランス語初心者で、今語学学校に通って語彙力がゼロから少しずつ上がってきて、よく使うフレーズとかの知識も少しずつインプットされてきて、たまに知ってる単語だけ聞き取れたり、私がすでに知ってる話を彼が誰かに話してる時に、今あの話してるんだろうなみたいなのは分かるようになってきたけど、とんでもないスピードで話すネイティブの会話にはついていけるわけがなく、でまだまだ知らない単語ばっかりだし、私は全然ダメじゃないかって自信をなくして落ち込むみたいな。
で、彼はまだ学校行き始めて1ヶ月ちょっとしか経ってないのに、こんなにたくさん単語知ってるのすごいよっていう風に言ってくれるんですけど、自分の中で手応えを全く感じていないし、でやっぱネイティブの会話にはとてもじゃないけど追いつける気がしなくって、なんかこの負の連鎖っていうのが私の心の中で頻繁に起きてて、でまたそれとは別にカルチャーショックとかにも直面してメンタルがやられまくってたんですね。でなんかよく全然知らない言葉でも聞き続けてるうちにだんだん耳が慣れて話が分かってくるようになるとかっていうことあるじゃないですか。でも私は自分が勉強した単語がなんかリエゾンとか含めて聞き取れた時に初めてインプットされる自分のものになるっていう風に感じてて、なんかその知らない言葉を永遠に聞いてても私にとってはただの呪文でしかないんですよね。で会話の中でよく使うフレーズ、例えば日本で言うとかなぜならだからとかっていう表現はもうみんなが使う言葉なので、なんかずっとその会話の中にいたら、あ、これ考えてる時に使うんだなとか、そういう感覚はつかめるかもしれないけど、それが分かったとて話の内容が分かるわけじゃないし、直訳すると全く意味が分からないフレーズとかってもうその知識がないと分かるわけがないじゃないですか。なので割り切る勇気を持つことにしましたっていうお話でした。この日は土曜日で午前中マーケットをやっていたので、ふらっとお散歩がてら街へ行ってきました。フランスは週末になるとマーケットが開かれて、地域によって土曜日だったり日曜日だったり違うみたいです。今日はこのいつも人が並んでて人気のピザを食べることにしました。前回並んでた時に売り切れになって食べられなかったので再挑戦です。その場でこうやって毎回作ってるから出来たてが食べられるし、値段が2ユーロちょっと、日本円で300円ちょっとでお手頃なので人気みたいですね。私たちのお気に入りのソースを買いに来ました。お店の中がとても可愛くて、ワインはもちろんですが、リキュールやジャムなんか大量の種類がありました。フランス人は基本どの家庭も大量のリキュールがこんな感じで置いてあります。で、玉のアペロで1、2杯楽しむみたいな感じで、フランスを感じる瞬間の一つです。こんな感じの催し物もたまに見ることができます。彼にこれはどういう内容なのって聞いたら、よくわからんって言ってました。午後はあるものが見れるということで教会に行ってきました。これらはクレシュといってイエスの誕生を表現するためのミニチュアの飾りだそうです。クリスマスの時期になるとこのように教会や各家庭で飾られます。ここのプロバンスではそれぞれの街を再現して作った本人が言っていました。偶然なのかずっといるのかわからないけど本人たちがいましたね。で調べたら聖書の登場人物だけじゃなくて地元の日常生活をこういう風に表現する人形が登場するのはプロバンス地方特有みたいです。こんな感じで本物の土や葉っぱを使っていてかなり凝ってました。このサントンと呼ばれる人形は職人が手作りしていてお土産で人気だそうです。2つ目のケーキを買って戻ってきました。このガレット・デ・ロワと呼ばれるパイ生地のケーキがパリや北フランスで一般的だそうです。子供がいる家庭だと子供が机の下に隠れてケーキが見えない状態で、今切ったのはこの人にあげて、次はこの人にあげてみたいな感じで指示して分けるそうです。そうやってみんなに王様女王になれる機会を与えるようです。今回は食べる前に彼が何も言わずに私のと交換してくれたのでズルです。ごめんなさい。
フェーブが当たった人はこの王冠をかぶります。子供がとっても喜びそうですね。そんなこんなで年末年始が終わり、車で6時間ほど、休憩含めると7時間くらいですかね、かけてお家へ帰ります。また明日から朝のリモートワークと語学学校に通う日々に戻るので、その様子もアップしていこうと思います。で、実は9月と10月にもこの地方に滞在していて、たくさんの街を訪れて動画も撮ったんですけど、編集できておらずという感じなので、いつかプロヴァンス地方総集編も作りたいなと思ってます。なので興味を持ってくださる方はぜひチャンネル登録をして待っていてくださると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。